すびに切り替えて、スタートはしたんですけど、本当の時刻はここからでした。この度は携わらせていただいて初めての女性の講演者ということで、リアカーを引いておにぎりを売っていただいているっていう東加子さんをお招きしております。今日は後でおにぎりも出るのかなということで、大変楽しみにしております。それではご登壇いただきましょう。皆様拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。広島のおむすびブランドザッツライスの東加穂です。このリアカーがおじいちゃん手作りなんですけど、最初は0個から今はもう1時間で300個ぐらいが売れるようになりました。今までは小学生さんと高校生さんの前で講演とか登壇したことがあるんですけど、今回は自分よりも年上でもう成功してる企業さんの前で話すので、ちょっと緊張度合いがいつもより高いんですけど、柔らかによろしくお願いいたします。自分のビジネスのスタート地点を一言で言うなら、店内飲食できるような、実店舗もなしで、資金もなし、スタッフもなし、あるのは調理可能なキッチンとおじいちゃんが作ってくれた本当に1台のリアカーだけでした。でもこの見た目ちょっと可愛く見えるリアカーなんですけど、おむすびを積むと150キロ超えて、最初はこれを持って歩くだけでやっぱり筋肉痛になって休む日も多かったですし、体調不良によくなってました。でも、この重さが私とおじいちゃん、あとは家族の覚悟の重さだと思って毎日必死に引いてきました。本当に知識ゼロ、経験ゼロの本当にただの素人でした。でもなんでたくさんの素晴らしい企業様とコラボしたり、たくさんのお客様にお招きしていただけるようになったのか。でその答えはすごくシンプルで、父から教わったことを私は一切疑わず素直に行動に移して徹底的にやり抜いた。ただ本当にこれだけなんです。商売の世界は才能がある人だけが勝つ場所じゃない。愚直に行動し続けた人がちゃんと結果を出せる世界だと、私はこのリアカーの活動を通じて確信しました。よくちょっと一番聞かれる質問なんですけど、なんでリアカーだったんですかとか、なんでリアカーを始めたんですかってよく聞かれます。これはよく戦略的ですねとかブランディングですねって言われることもあるんですけど、正直に言います。最初から店舗を持つ資金が全くなかったんです。そこで、父に相談した時に言われたのがこの言葉でした。最初から完璧を目指さなくてもいい。まずは続けられる形で始めて、小さく始めて大きく育てるっていうのが商売の鉄則だよって言われました。店がないならないなりにそれでも戦える商売を考えればいいだけだよって、そういうふうに言われました。本日は父から叩き込まれた7つのルールにちょっとまとめてみました。1つ目からいきます。1つ目の教えは、ダメな理由を探すな、できる理由を探せっていうことでした。リアカーの仕事を辞めたいって言い出した時に痛感したことです。実は私はさっきのリアカーでわらび餅をやるつもりだったんです。そしていざ保健所っていうところの許可を取るために行ったところ、その形式は、調理に値するから許可下ろせませんって言われました。これはダメだと、もう
リヤカーも作ってるのに、キッチンも契約したのに、もう寸前でダメだって言われました。普通ならそこで終わりにしようかとか、安易な考えだったなとか、できない理由を並べて諦めてたかもしれないんですが、でもその時に、父から常々言われていたことを思い出しました。経営者に一番大事なのは柔軟性だ。この方法がダメなんだったら、こっちの方法で、それがダメなんだったらまた違う方法で試せばいいよと。とにかく前に進むために悩むのはいいけど、諦める理由を探して立ち止まるのはダメだと思うよって言われました。一つのやり方に固執せずに、できる理由を探して柔軟に考えた結果的に今のおむすび販売のスタイルにつながりました。で、おむすびに切り替えて、スタートはしたんですけど、本当の時刻はここからでした。初日にもリヤカー壊れて引きずって持って帰ったんですけど、本当に地獄でした。冷ややかな視線だったりとか、女が重たいリヤカーを引いてる姿をまるで変なものを見るような目で見られたりとか、心ないことを言葉で馬鹿にされたり、かわいそうにねだったりとか、嫌味を言われたりすることも一度や二度じゃありませんでした。で、その時に私はこれがやりたかったんだったっけとか、恥ずかしいことをしてる人かなとかって、もう帰りたいなってもうずっと思っていました。その時にメンタルが弱気になっていた私は、始めてからまだ1ヶ月も経ってないある日、私はついに親に言ってしまいました。もう本当にやめたいと言いました。そしたら両親に、本気で怒られました。うまくいかないからってすぐに自分の都合のいい理由をつけて逃げるな、自分で決めたことだから腹をくくれと言われました。その言葉で私は目が覚めました。うまくいかない理由を周りのせいにしていた自分、それを変えたいと思い、でもここで逃げたら私は一生変われない。涙を拭いてもう逃げない、このリヤカーで絶対に認めさせてやると腹をくくりました。あの日両親に怒られて逃げ道を塞がれたあの日が、私が初めて逃げるのをやめた日であり、経営者としては本当のスタートラインだったなと思います。2つ目ですね、父から言われたことを言います。まずは自分の売る商品の芯を作ることだと言われました。スーパーやコンビニさんと戦うわけじゃない。メニューをあれこれ増やすな、何でも屋になるな、まずはおむすび1本で勝負するんよって言われました。おむすびの中でも何を一番大切にするか、私の場合はそれが一口目からの感動でした。一口目からガツンと美味しい、最後まで美味しい、ここだけは譲れないシーンにしようって思いました。具材をたっぷりっていうシーンが一つ決まったら、お客様の反応も少しずつ変わってきました。ここのおむすび普通にその辺で売ってるやつとちょっと違うね、全然違うねとか、今日もこれが食べたくて来たんよとか、そう言ってくれる人が増えていきました。大事なのはメニューをどんどん増やす器用さよりもぶれない芯っていうことでした。続いて、3つ目の教えです。父が言ったのは、商売のテクニックではなくてもっと根本的なことでした。商品を売る前に人を大事にしなさいっていうことでした。曲も全部器用なわけではありません。どちらかというと一つに集中したら一つのことしか本当にできなくて、どんくさいタイプで不器用なタイプなんです。でもリヤカーは距離が近いからごまかしは全く聞きませんでした。だから私は決めました。一人一人を大切にするっていうことでした。例えば、来てくれたお客様に対してちゃんと感謝を伝えるっていうこととか、その人の顔を覚えたりとか、好みのおむすびを覚える。あとはまた来てくださいっていうよりも、また会えるの楽しみにしてますっていう気持ちを伝えるっていうことを大切にしてきました。
この積み重ねが何を生んだかって言ったら、それは応援でした。お店をやっていて一番強いのは広告じゃなくて応援なんだなと私は思っています。応援って勝手に広がっていきますし、リアカーの子頑張ってるよとか、アート元気になるよとか、このおむすびなんかいいよねとかって、そういう声が増えていて、その声がまた誰かを連れてきてくれると思っています。売り上げっていうのは、応援の後についてくるっていうことです。4つ目、父から教えてもらったことです。完璧にしてから始めなくてもいい。やってみてずれたり間違ってたらその都度直していけばいいよと言われました。失敗したくないっていう思いが強いので、私も本当初め、今も少しそうなんですけど、そうでした。でもリアカー販売は実際に街に出てみないとわからないことだらけでした。本当にどの時間なら人の流れが多いのかとか、今の時期はどんな具材が求められているのかなとか、声のかけ方は丁寧めな方がいいのかなとか、もっと大きい声でおはようございますとか言った方がいいのかなとか、そういうことを机の上でも考えていても答えは出ませんでした。だから私はまずリアカーでやってみる。で、お客様の反応を見る。そして翌日微調整する。このサイクルをひたすら繰り返しました。これもやっぱり現場に出ないと出会えなかった人たちなので、やっぱりやってみることは大事なんだなと思いました。やっぱり完璧じゃないのに進むのは怖いけど、動いた分だけ手応えが残る。で、分かったのは行動してみた人だけが次の一手を終えるっていうことです。次に5つ目に入ります。私が一番大切にしている接客の極意です。父が言ったのはちょっと意外なことでした。味はもちろん大事。でも最後は帰り際の一言っていうのが一番大事になるんよっていうことでした。最初はちょっと意味が分かりませんでした。でも今は分かります。私は本当に不器用な方なので、難しい駆け引きとか計算とかはできません。わざわざ足を止めて買ってくださったお客様に対して流れ作業です、ただしありがとうございましたと背中を向けることはちょっとどうしても性格上できませんでした。だからどんなに忙しくても一瞬だけ手を止めて目を見て、心からありがとうございますと見ながら伝える。で、心の中でいってらっしゃいますとかありがとうございましたと頭を下げる。それだけを大切にしてきました。不器用でも必死に頑張る自分の人柄そのものを応援してくださったのかなと私は思いました。だからこそ、美味しいおむすびを作るっていうのは大前提として、帰り際の、たった一言がお客様との信頼関係を作って、ある時に失敗してもそれすらもカバーして次につながる一番大切なものなんだと今は身をもって感じています。続いて6つ目の教えは商売の設計とメンタルの話です。父からはこう言われました。無理に売ろうとするな。でも売り切れるような工夫とか設計は最大限しなさいということでした。でも最初はこれすごく矛盾しているように聞こえました。売るなって言いつつ売り切れって言われたので、どうすればいいんじゃろうってすごく考えました。店舗と違って、いつどこいるかわからんっていうのは本当に弱点なんですが、私は逆にそれを逆手に取ってみました。自分を探して探すっていう体験そのものに価値を感じて、楽しんでくださったっていうことなんです。そうしたら必死に売り込まなくてもお客様の方がやっと見つけたとかラッキーって言って喜んで集まってくれる。売り切れたらすぐに SNS で完売御礼とか、売り切れですとか報告して、それを見た人たちが明日はもっと早く行かにゃいけんわとか明日の熱量につなげることができる。それがまさに
無理に売ろうとせず自然に売り切れる仕組みが完成した瞬間でした。私がここで学んだのは、商品を売ろうとするんじゃなくて、お客様が欲しくなる状況っていうのをいかに作るかっていうことを学びました。自分を前職でバカにした人たちを見返すために必死に考えたこの戦略が、まさに父の言う無理に売ろうとせず、売り切れる設計っていうのの答えでした。感情的な本当に悔しさをただの意地っていうので終わらせず、仕組みっていうのに変えたことで、結果として今お店は強くしてくれました。では、いよいよ最後の教えてくれたことです。自分の店だけが儲かればいいと思うな。広島全体を主語にしろっていうふうに言われました。父は常にこう言ってました。一人でできることなんてたかが知れとる。でも広島を盛り上げたいっていう思いがあれば人は集まってくるよって言われました。私がタッツライスっていうおむすびを通じてやりたかったのは、ただただ単なる移動販売ではありません。この活動を通じて広島の街とかに活気を取り戻したかったんです。その思いを発信し続けていたら、三島食品さんとか福留ハムさんとかゆめタウンさん、あと卵かけ醤油さんの有名な寺岡さんっていう、地元の本当に素晴らしい企業様が一緒に広島盛り上げようって手を貸してくださいました。自分の利益だけを考えていたら絶対にこんな展開にはなりませんでした。店は自分一人の力で大きくなるんじゃない、町と一緒にお客様と一緒に大きくなっていくって、これこそが長く愛される秘訣だと私は信じています。広島にはこんな美味しいものがあるんよとか素晴らしいものがあるんよって発信し続ける、その姿を見て、本来なら私のような小さな店が交わることのないような広島を代表とする大きな企業さんが、企業の皆さんが一緒に広島盛り上げようと手をくださって、惜しみない協力を申し立ててくれるようになりました。その熱量は今日本を飛び越えようとして頑張っています。今年の10月にはジャパンフェスっていうニューヨークで開催されるジャパンフェスへの参加も実は決まりました。広島の小さなおむすび屋さんが世界の中心で、これが日本の、広島の食文化だっていうふうに自分が証明できたらなと思っています。4月以降にオープンする広島のお店、そこからニューヨーク、そして私が目指しているのは、ただただ店舗を増やすっていうことではありません。タッツライスが広がることで、地元の農家さんだったりとか地元のものづくりの会社さんがもっともっと世界から注目されるきっかけを作れたなと思っています。町と一緒に大きくなって、町に恩返しする、それこそが、父から教わったことで商売の真髄なんだなと私は、教わりました。商売の世界は本当に魔法のような近道ではなくて、本当に泥臭く、でも教わったことを信じて一歩ずつ泥臭く、その素直な行動さえあれば、必ずお客様だったり見てくれる人は現れるとリアカーを通じて私は思っています。そして助けてくれる仲間も集まってくると思っています。実際のビジネスはただ真面目にやっているだけでは勝てるほど異世界でないことも皆様の方がより本当によくご存知かと思います。ですが、知識も経験もなかった素人の自分がリアカー一つで泥臭く父から教わったことを当たり前のことを徹底し続けた結果、いつしか大きな応援に変わったり、今日こうして皆様とお会いできる素晴らしいご縁まで、つながりました。今度はもっと成長した姿でお会いできるように、今は精一杯頑張り時なので頑張っています。
本日は最後までご清聴いただき本当にありがとうございました。広島が大好きなザ・プライスの東加穂でした。ありがとうございます。写真一緒に撮ってもらっていいですか。いきます。